皆さんこんにちは、シオネルです。本日は高知駅に来ております。後ろに高知駅が見えております。今ですね、連続テレビ小説でアンパンマンの作者である柳瀬隆さんがモデルとなったアンパンが放送されてますよね。高知が暑いということで、今回は柳瀬隆さんふるさとの地を巡る高知物部周遊パス、こちらを使って2日間お得に旅をしていきます。この記載の区間が乗り降り自由になるのと、あとはこのパスの提示で割引の特典を受けられる施設などもあります。高知駅は観光客の方がすごく多いですね。最近の人気が伺えます。すいません、これでお願いします。ありがとうございます。お、早速旅の始まりにふさわしい朝ドラアンパンのラッピング車両です。土佐黒潮鉄道ごめんなはり線の車両は9640型、黒潮型というのも面白いところなんですが、特徴的なのはやはり座席です。セミクロスシートが並んでいて、転換クロスシートの背もたれがやたら高いです。今誰も乗っていない風に見えるこの座席、全部人がいます。その席まで覗きに行かないと空いているかわからないという、なかなか勇気のいるシートです。実際に座ってみるとこんな感じで、拳 1.5 個分ぐらいは背もたれが高いです。もう座席のバランス感が面白いですよね。後ろに倒れそうです。高知県ならではの沿線に広がるのどかな風景も列車旅の魅力の一つです。本当に心落ち着くのんびりとした景色が絵のように眺められます。ということで五面駅に到着しました。ここまでは JR を走ってきて、ここ五面駅が土佐黒潮鉄道ごめんなはり線の始発駅となります。ごめんなはり線にはですね、各駅にキャラクターがいるんですが、こちらが五面駅のキャラクター、五面駅おくんです。どの駅もね、全部柳瀬隆さんがデザインしたキャラクターです。アンパンマンもいます。なんかすごい呪文のような石碑、五面駅でごめんっていう歌があるんですね。ちょっと聞いてみよう。歌が見つからなかったので、これは自分で作曲するタイプなんでしょうか。やだー、昨日が台風なの忘れてた。このアンパンマンベンチに座ったら今お尻びっちょびちょ。これめっちゃ恥ずかしいやつだ。どうなってる？私のこのびちょびちょのお尻もごめん駅に謝られているようです。ごめん言いそびれた言葉、ごめん駅でごめんね、ごめんね、ごめん。へえ、ここは長底部元地下初陣に近い駅だそうです。ここには柳瀬隆ロードというものがあるみたいなんですね。ちょっとそこに行ってみようかなと思います。アンパンマンとバイキンマンがいる。こんな感じで街の至るところにアンパンマンのキャラクターたちがいるのだと思います。見てください。埋まってる石もこうキャラクターになってる。なんかラムネみたい。もうここが柳瀬隆ロードみたいです。現在ここでこうぐーっと進んで、路面電車と接続してるみたいですね。ベンチには食パンマンとドキンちゃんいました。あそこに。あれはドキンちゃんだ、絶対。ドキンちゃんです。すごい大きい。こんな感じで各キャラクターがこのロードで待ち構えてくれているみたいです。大本命アンパンマンいました。
ここが最後の像かな。アンパンマン新しい顔だよ。いやー難しい。では柳瀬隆ロードからすぐ近くのところにあるアンパンマン堂の近くですね、ゴミベーカリーさんに来ました。じゃあゴミベーカリーさんでおすすめのチーズケーキとやっぱアンパンを買ってきたので食べます。じゃーん、チーズケーキ美味しそう。見てください、プルンプルンです。大きい。これかぶりつこうかな。ふわふわ。あ、すっごいふわふわだ。美味しい。ちょっとシュワッと食感みたいな、こんな感じが面白い。この上のなんかゼリーみたいなのもさっぱりしててすごい合いますね。あら、噴水の音がいいのに止まる。あー、出てきた。めっちゃ出てきた。これめっちゃ大きいスイカだと思ったらお手洗いですね。なんかシンボルみたい。ビニールハウスがずらーっと並んでいて、ここでね植物とかフルーツをね育てているそうです。なんかいろいろデザートとかもあるみたい。いろんなお花とか植物に囲まれて南国リゾートに来た気分です。販売もあるので観葉植物が好きな方とかにはたまらない空間だなと思います。このフルーツ券が880円なんですけど、今回は高知物部周遊パスがあったので50円引きになりました。そして出てきたのがこちらです。めっちゃ大きい。これで830円か。880円のとか830円。めっちゃ安くないですか？もう衝撃。めっちゃ大きい。しかもスイカメロン券だったんですけど、マスカットまでついてます。大好きマスカット。おいしい。甘い。なんとこのスイカもメロンもなんですけど、ハウス栽培をしてるから一年中食べられるんだそうです。めちゃみずみずしい。うわ、メロンジュースにそのままできそうなぐらい出てくる。さっぱりとした甘さなので、かなりバクバクいけちゃいます。この落ちていく果汁がもったいない。JR 土山線にまたまた乗車です。この車両は JR の車両なんですが、さっきの5線車両の座席の高さがより伝わるかなと思います。クロスシートとロングシートの合わせ技で地方ならではの面白い座席配置です。学生さんも多く利用している路線なので、ラッシュ時には特にこの構造が生きてくるんだと思います。土佐山田駅に到着です。岡山から走ってきた特急南風、一部アンパンマン列車で運転しています。どの列車を見ても乗客が結構多いなと思ったのですが、やっぱり四国はちょっとアクセスが懸念される点ではあるので、特急の需要がかなり高いのだなと感じます。ここはアンパンマンミュージアム柳瀬隆記念館への JR 最寄り駅です。さすがかなりたくさんの人が降車していきます。ここでバスに乗り換えるので、待ち時間は観光案内所へ。アンパンマンミニミュージアムと言っても過言ではないです。アンパンマンミュージアムまでのバスもパスの範囲内です。小さい子たちの楽園みたいですよね。やっぱりお子様連れのご家族が多いんですが、私くらいの年齢の女子旅とか大人のグループの方など、いろんな人が乗車しているのに驚きました。
府駅に到着です。アンパンマンミュージアムっていうとちっちゃい子が楽しむ場所っていうイメージがあると思うんですけど、ここは本当に大人の方がすごい全力で楽しんでいるらしいので楽しみです。すごい今自然のど真ん中みたいな場所にいるんですけど、こちらにやってきました。高知のクラフトビールが飲めるピアスタンド。バス停の時間書いてくださってますね。優しい。店内はこじんまりと落ち着くスペースで、出来たてのビールはもちろん瓶ビールやおつまみなども置いてあります。本気で苦手で、そういう人でも飲めるっていうのだったら、たまたまこの2番のやつ。アルコールも 4% の苦手で、苦味が一切ないんですね。苦味がない代わりにアクセントとして仁淀川の山椒を加えてて、ちょっとピリッと華やかになってるので。じゃあそれで、ビールとするに商品するにはキュウリがあんまり見えてこない。すごい。苦味がないです。差別化してお値段もちょっと下げて、ただこんな一杯分ももらっていいんだ。すごい。ではそうします。ありがとうございます。よかったらご案内しますのでお選びいただきましょうか。ビールが一番新しくて、でこの IPA は昔からある。ふわっと黒ごまと味噌のコク、燻製の余韻が後を引きます。最後まで高知の味に包まれた贅沢な一日でした。おはようございます。2日目も高知駅からスタートです。1日目は JR 土山線に1日乗車しましたが、今日はごめんなはり線にたくさん乗りたいなと思っています。昨日の夜はもうカツオに土佐あか牛に食べ過ぎました。やっぱり高知県は食も魅力ですね。今日は予定よりも早くホテルを出たのですが、この澄み切った青空を見てどうしても海が見たくなって、目的地を通り過ぎて列車に乗り続けることにしました。赤岡駅の手前からだんだん海が見えてきます。以前ごめんなはり線を勘定した動画でも説明しているのですが、ごめんなはり線は日本で一番新しいローカル線です。正式には朝線と言います。いやー、もう今日は目的もなく列車を乗り続けるのに絶好の日です。フリーパスなのでこの絶景が見放題。やっぱり五名線はほとんどが海岸沿いを駆け抜けるので、この車窓を見ずには帰れません。芸西村から安芸市に入ったところにある赤野駅で一度降りてみました。こちらの駅のキャラクターは赤のカモメちゃん。かわいい。カモメが飛んでいる姿も見えることがあるらしいんですが、今日は飛んでないかな。この高架ホームからはね、もう音がすごいよく聞こえてくるんですけど、太平洋が眺められます。今日はちょっと行きたいところが決まっているので、もうすぐに折り返すんですけど、ちょっと急いで駅の周りを見てみよう。やっぱりこれ海の近くにあるので、すぐに避難台っていうんですかねがあります。おー、かわいい。こう駅のシンボルみたいなのがあるとすごいいいですよね。安芸市といえば岩崎弥太郎さんですね。三菱の創業者です。私は一度お家にもね、聖火、岩崎弥太郎聖火、ちょっと観光スポットになってるんですけど、そこにも行ったことがあります。本当はもっと遠くまで見てみたいんですけど、この次の列車を逃すと、あとは1時間後とかになってしまうので、急いで戻ります。ワンちゃんがいるわ。かわいい。赤岡駅に到着しました。
赤岡駅のキャラクターは赤岡駅員さんと幕末の絵師金蔵さんのがモデルとなったキャラクターだそうです。今からその駅員蔵に行きます。そしてですね、この赤岡駅にはごめんなはり線のキャラクター21個全部揃ってるんだそうです。それがこちら。おお、駅順にかわいい。おっきい。ドロメちゃんとこの大量くんは駅のキャラクターではないんですけど、この赤岡の独自のマスコットキャラクターだそうです。昨日行ったごめん駅よくん、そして慎太郎号も走っています。着いたかな。着いた。徒歩7分ぐらいね歩いて駅員蔵にやってきました。うわ、すっごい立派な建物。一番人気の展示スペースがこちらの闇と駅員。当時の夜祭りで見た雰囲気を再現しているそうで、この提灯を持って中に入ります。絵の中に引きずり込まれるような迫力です。150年以上も前の人たちが夢中になったその視線を追体験することができて感動しました。口で筆を加えて描くのが名シーン。駅員さんがこの人は狐だって分かる隠し絵を入れてたりするんですよ。どれだ今回は特別に普段は撮影 NG のお部屋もご紹介します。平均身長は約150センチで、現代迷いの線だったりすると思うんですけど、そういう迷いの線がなく力強く言うというのはその色がつく記念スタンプがあったのでもちろん押しました。そして駅員蔵の目の前には弁天座という芝居小屋があります。今日はお休みですが、舞台を眺めると100年以上前のにぎわいが目の前に広がるようです。安駅にやってきました。駅の目の前には道の駅がずらっとじゃないか、ガーッと広がっています。車での来る方がすごい多くて、こんな感じで今日も満車ぐらいなんですけど、こうやって鉄道できても目の前にあるので、ちょっと寄り道してご飯食べたりっていうのも良さそうです。あと奥に見えますか、海が広がってるんですが、海浜公園があって遊泳期間は終わってるんですけど、ビーチには行けるので今日も行ってみようかなと思います。ヤス人魚ちゃんがお出迎えです。なんかレンタサイクルもあるみたい。どっかのリゾート地に来たみたいな感じ。でも海だからリゾート地なのか。時刻は13時頃、ちょうどお昼の時間なので、こちらのまなまなさんでお昼です。ニラマヒバーガーセットで、はい、お願いします。はい、以上でよろしいですか。はい、お待ちください。こちらは海を眺めながら食事を楽しむことができます。結構ボリューミーです。高知の透き通るような海を眺めながら海の恵みを感じるこの時間が、これこそ旅だと感じさせてくれます。石が大きいから水が濁ってなくてすごい綺麗。
球場前駅にやってきました。ここは折り返しのギリギリ地点だったのでここで降りたんですけど、この秋ドームが阪神タイガースのキャンプ地ということで、球場ボールくんが駅のキャラクターです。ここで降りたのは乗りたい列車があったからなんですが、クジラが泳いできました。もうここでしか見られない光景ですね。春に乗ったばっかりですが、ごめんなハリ線に乗るなら絶対に乗りたいということで今回も乗ります。今回は弥太郎号、緑色が来るかと思ったらブルーでした。ランダムみたいですね。安駅からも乗れたのですが、せっかくなら海をきれいに見たかったのと、トンネルもオープンデッキで入れるのでね、それを体験しないわけにはいかなかったんです。前回は命の前髪が全開になってしまったので、今回はガッチガチに固めてきました。海岸線を走り抜ける列車旅は、オープンデッキで潮風を浴びながら、広く海を見渡しながら高知を存分に満喫できる時間です。もちろん見どころは海だけじゃありません。オープンデッキで走る時間ってただ風が気持ちいいだけじゃなくて、車体スレスレに迫る草木がざわざわと揺れていく感じとか、手を伸ばせば触れられる距離で緑のトンネルを駆け抜ける感覚がたまらなく生き生きとしています。ただ景色を見るだけじゃなくて、風、音、匂いごと旅するような時間をオープンデッキ車両はより楽しませてくれます。今回は柳瀬隆さんふるさとの地を巡る高知物部周遊パスを使って2日間旅をしてきました。列車に乗るだけで心満たされる時間でしたが、沿線には魅力的な場所がたくさんあるので、皆さんもぜひ利用してみてください。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。堀口は